皆さんこんにちは。今日もサンポッドキャストの時間です。今日私は京都の天橋立というところに来ています。天橋立は日本三景の一つです。日本三景っていうのは日本で一番美しい景色がある3つの場所のことです。今日はそんな日本三景の天橋立の景色を楽しみながら日本語のリスニング練習をしましょう。皆さんは人生でこの経験のおかげで視野が広がったと思ったことはありますか？視野が広がるというのは見える景色が広がるという意味です。私は外国語を勉強したおかげで視野を広げることができたと思います。もし日本語しか知らなかったら今全然違う人生を生きていたかもしれません。それぐらい英語とスペイン語を勉強したことは私の人生に影響を与えました。外国語を勉強したり他の国に住んだりすると自分の国にはない価値観に触れることもできます。個人的に日本語を勉強している人は視野が広い人が多いと思います。いろんな文化に興味がある人が多くて、私の生徒さんも視野が広くて面白い人ばかりです。皆さんはいろんな価値観に触れたときに自分の視野は狭かったなと思ったことはありますか？私はあります。視野が狭いというのは視野が広いの反対ですね。見える景色が狭いということです。私は自分の視野は狭かったなと思ったことがあります。ではここで日本のことわざを一つ紹介します。井の中の蛙、大海を知らずです。このことわざは中国から来たことわざです。中国の宋詩という人が書いた文章の中にこのことわざが書いてあったそうです。井の中の蛙、大海を知らずは狭い世界にいると他の広い世界を知ることができないという意味です。つまり自分の知識や経験の中だけで生きていて他の広い世界を知らない人のことを言います。見ている世界が狭いと自分が知らないことや自分と違うことを受け入れることは難しいですよね。井の中の蛙、大海を知らずの蛙はカエルのことです。動物のカエルのことです。井の中の蛙、大海を知らずにはこんな昔話があります。昔、井の中にカエルがいました。井は井戸のことです。皆さんもどこかで井戸を見たことがあると思いますが、井戸の中は暗くて狭そうですよね。ずっと井戸の中にいるカエルは海のことを知りません。自分が住んでいる井戸の中が一番いい場所だと思っています。ある日、ウミガメが井戸に遊びに来ました。ウミガメっていうのは海の中にいる亀のことですね。で、ウミガメはカエルに海のことを教えてあげました。海は大きくてすごく綺麗で水もたくさんある場所だと聞いてもカエルは理解できません。なぜならカエルはずっと井戸の中にいて井戸が一番素晴らしい場所だと思っているからです。こんな風に自分の狭い世界にいると他の世界のことがわからないという意味で使うことわざです。もしこのカエルが井戸の外に行く機会があったら、井戸の中よりももっと広い世界について知ることができたかもしれません。自分が正しいと思っていることや普通だと思っていることは井戸の中みたいに狭い世界のことかもしれません。世界にはいろんな生き方や考え方がありますよね。それが大きい海のことです。
でも自分から理解しようとしないと、ずっと狭い井戸の中が正しいと思い込んでしまいます。例えば日常生活で自分と全く同じ考え方の人としか時間を過ごさなかったら、違う意見を聞く機会がないですよね。テレビを見ていても同じ意見の人のニュースしか見なかったら、だんだん洗脳されてしまったり、視野が狭くなってしまったりすることもあると思います。あとは最近はインターネットのおかげで世界中のいろんな人の生き方に触れることができますよね。そのおかげで世界にはこんな考え方もあるんだとか、こういう人もいるんだと知ることができるようになりました。でもインターネットで見たことだけが全てじゃないことも忘れてはいけないと思います。自分で考えずにインターネットで見たことを全部信じることも井の中の蛙になってしまうかもしれません。あとはインターネットにたくさん情報があっても、自分がこれは正しいと思っていたら、これは正しいという確信を持つために、自分と同じ意見の人の話しか聞かないこともあります。自分と同じ意見の人が発信している情報だけに耳を傾けて、それだけを信じてしまうこともあります。大切なのは、これが正しいと思わずに、好奇心を持っていろんな価値観に触れてみたり、自分とは違う意見を持っている人の話を聞いてみることだと思います。では、井の中の蛙、大海を知らずの使い方を勉強しましょう。このことわざは自分について話すときに使うことが多いです。なぜなら、他の人に使ってしまうと、あなたは狭い世界しか知らないという意味になってしまうので、ちょっと失礼だからです。例えば、自分の話をするときに、私は井の中の蛙だったということもできます。例えば、もし私が一度も日本から出たことがなくて、日本のニュースだけを見て、日本人だけと話して、日本にある価値観にしか触れていなかったら、きっと日本社会にすごく影響を受けていたと思います。日本が世界で一番いい国だと思っていたかもしれないし、日本の問題には気づけていなかったかもしれません。実際に日本から出ていろんな経験をして、日本のいいところにも問題にも気づくことができました。あとはいろんな価値観を持った人と話して、自分のそれまでの人生観が変わったこともたくさんあります。人生観っていうのは人生に対する考え方のことです。日本ではこれが正しい、これが当たり前だと思われていることが、海外ではそうではないと気づけたことはすごく大きかったと思います。幸せの定義についても、海外に行くまでは結婚して子供を産むことが女性の幸せだという定義にすごく影響されていました。でも海外で自分の好きなことをして幸せそうに生きているたくさんの女性と出会って、自分の幸せは自分で決めるということにも気づけました。本当に感謝しています。19歳の時に海外に行くまでは、私はすごく狭い世界の中で生きていたと思います。それに気づいた時、自分は井の中の蛙だったんだなと思いました。私は海外に行ったことで自分の視野の狭さに気づきましたが、海外に行かなくてもいろんなジャンルの本を読んだり、自分とは全然違う意見を持っている人の話を聞いたり、いろんな経験をしたことがある人生の先輩と話したりすることで視野を広げることもできると思います。人生で視野を広げる方法はたくさんあると思います。広くて知らない世界を見たときに初めて自分がいた世界の狭さを知ることができます。それは悪いことではありません。それはすごくいいことです。大切なことはそれを知ったときに好奇心を持って
自分の見ている世界を広げていろいろなことを学ぶことだと思います。人は年をとっても自動的に経験が増えたり視野が広くなったりしないですよね。自分から新しい世界を見たり勉強したり人を理解したりする努力が必要だと思います。こんなに広い世界があるのに井戸の中のカエルになっていたらちょっともったいないですよね。それは世界に旅行した方がいいという意味じゃなくて、見る世界を広くするということだと思います。年を取ると頭が硬くなって井の中の蛙になってしまうこともあると思います。私ももっと若い頃より自分の考え方が硬くなってるなと思うこともあります。私も井の中の蛙にならないように、これからも好奇心を持っていろんな価値観に触れ続けて、いろんなことを学び続けていきたいです。皆さんはこのことわざについてどう思いますか？よかったらコメントで教えてください。皆さんいつも見てくれてありがとうございます。また次の動画で会いましょう。またねー。